当社は1973年創業のファナック 100% 出資の製造子会社として製造を担当しております。ものづくり製造に関しましては完全自動化ではなく、手作業とロボットが共同するライン作りを基本方針としていることが特徴です。当社では複数の作業者が同時にピッキングするオペレーションが不可欠です。これをクレーン式の自動倉庫で満足する性能を出そうとすると多額のコストが必要で費用対効果が出ない、これが自動化のネックになっていました。クレーン式の自動倉庫は弊社でも導入実績がありましたので、ある程度導入のコストが想像できるんですが、オートスターは全く導入コストが見えませんでした。このため弊社のような小さな会社で本当に導入ができるのかと、そういった心配はありました。でその発注から始まったその部品を用いて、計画通りに生産するには調達した部品の保管、それから同時に毎日入出庫作業が不可欠となります。で実はオートストアを導入した決定的な背景ですけれども、この部分の工程が大きな関係を持ちます。収納効率の高さであるとかレイアウトの自由度、これが非常に大きなメリットですけれども、当社としてはオートスターを選定した上で一番の決め手は複数の作業者の同時ピッキング、これに求められる性能がきちんと担保できること、そしてロボットを増やせばさらに性能が上げられること、これが一番のメリットです。展示会でオートストアを見た瞬間にこれなら理想とする倉庫の運用ができるはずだと確信しました。選んだというよりもオートストア以外の選択肢はありませんでした。従来家具等で行っていたピッキングは狭い倉庫エリアの中でカートを行き来するという本当に手作業の作業であって、作業の半分は歩行という歩くという付加価値を生まない部分に時間を取られておりました。サイズとしましては、まず導入時に1120平方メートルで一度拡張していますので、今は1450平方メートルになっています。その中に、導電性の配便を今26000個で、そのうちの2500個を4根細で使っています。であと今年の9月までにさらに9000個便を増設する予定になっています。ポートとしましては導入時にコンベアポートを8台、カルーセルポート6台、あとトランスファーポートが1台、これを便の拡張に合わせてカルーセルポートを2台追加をしています。この中で、このオートスターを入れる建物の、設計をオートスターに合わせて並行して進めて、建物ができたことに合わせてオートスターを稼働させているという形です。システム面では、私自身がシステム部門も兼任をしていたこともありますのが、岡村側の SE の皆さんも、以前の業務
また、オートスターを導入した後にやりたい業務、これをしっかり理解をした上で、一緒に設計をしてくれましたので、非常にいいシステムができてます。社内的なシステムとの連携も、何も問題なくできています。会社とすればですね、一番のメリットっていうのは事業面で言いますと、いわゆる製造現場は生産に集中できる環境にしたこと、それから具体的には仕掛かり量を減少することによって作業スペースが広がった確保できたということです。具体的に言いますと、部品出庫から製造出荷までのトータルリードタイムが本当に短縮できたということです。それから人員面で言いますと、今その当時から比べますと生産量が倍になっております。にもかかわらず、このオートストアに倉庫業務に関わっている人員は2名補充しただけということで、かなり、数字の上でも出てるんですけれども、相当のメリットがあるというふうに考えております。我々としては岡村さんを通じてオートストアを導入できたことに大変満足をしています。特に入庫の業務なんですが、当社の要望をトランスファーポートという形で、具現化していただけました。国内初の試みということでしたが、全く臆さずに、取り組んでいただけました。きっとですね、岡村さんに蓄積された多くの経験、技術、そういったものがあって出来上がったものだと思っています。システムが稼働してちょうど3年が経ちましたが、大きなトラブルはありませんでした。小さなトラブルについてもその都度岡村さんで迅速に対応していただけてますので、全く問題は起きていません。パナックパートロニクス様の運用に合わせて、各ポートに合わせた機能や画面、ラベル発行機能の設計をし実装いたしました。また検品や商品の重量差異などのエラー対応についても設計中に細かく打ち合わせをしましたので、問題なく稼働することができました。弊社のレイアウトですとポートとポートの間がかなり空いていますので、全く意識しなくても、ソーシャルディスタンスが確保できた状態で、仕事を続けるということができました。オートストアはとても有効なソリューションだと思うんですが、この点をどのように解決しておくかというのは、やはり答えを持って、進まないといけないと思います。で、私たちは検討の最終段階で、日本のファーストユーザーさんである、ニトリさんを見学することができまして、その中で、担当者から直接話を聞くことができましたので、自社に取り入れるべきポイントというのは、かなり明確に絞ることができています。で、あとは完成した時の姿、これをしっかりイメージしてそれを正確に設計に反映することができれば、かなりしっかりしたシミュレーターがありますので、そのシミュレーター上できちんと、検証を繰り返して、本番の運搬に備える問題をクリアにしておく、これがとても大切だと思います。